り解説。2005年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、2005年に日本で公開された映画って、どんな作品があったか覚えてる？お、それは面白い質問だな。2005年は映画ファンにとって、かなり充実した年だったんだぜ。へえ、そんなに？でも、どんな映画が話題になったのか、あまり思い出せないな。それなら、今からじっくり振り返っていこうぜ。2005年は、邦画も洋画も名作揃いで、話題になった作品がたくさんあるんだ。確かに、映画館で見た作品もあったかもしれないけど、なかなかタイトルを思い出せないな。例えば、日本で話題になった、電車男とか、ハリウッドの大ヒット作、スターウォーズエピソード3シスの復讐なんかがあるぜ。ああ、電車男、ネット掲示板の話が元になったやつだよね。映画になってたのか。そうそう。あれはまさに2000年代のネット文化を象徴する作品だぜ。それに、ジョニー・デップが主演した、チャーリーとチョコレート工場もあったし、アクション好きには、ミスター&ミセス・スミスが人気だったな。わあ、名作ばかりじゃない。なんだか懐かしい気分になってきたよ。だろ？ 2005 年は、ジャンルもバラエティ豊かで、SF からヒューマンドラマ、コメディまで幅広い映画が楽しめた年だったんだ。なるほどね。でも、10本も選ぶのは難しそう。だからこそ、今回は2005年に日本で公開された映画の中から、特に印象的なベスト10をランキング形式で紹介するぜ。第10位。電車男。第10位は、電車男ね。2005年6月4日に公開された日本のラブコメディ映画よ。そうだぜ。監督は村上正則で、主演は山田孝之と中谷美紀が務めたんだ。この作品は、インターネット掲示板にチャンネルの書き込みを元にした中の一人の同名原作を映画化したものなんだ。ネットの書き込みが映画の原作になったの？それってどんな内容なの？物語は、秋葉原系のオタク青年が電車内で酔っ払いから女性を助けたことから始まるんだ。彼はその出来事を2チャンネルに投稿し、そこで得たアドバイスをもとに、その女性との恋愛を成就させようと奮闘するんだぜ。ネットの住人たちの助言を受けながら恋愛を進めていくのね。なんだか現代的なストーリーだわ。そうなんだ。主人公の純粋で不器用な姿が共感を呼び、ネット社会と現実の交差点を描いた作品として話題になったんだぜ。主演の山田孝之さんは、どんな役柄を演じたの？山田孝之は、内向的で女性経験のないオタク青年を見事に演じたんだ。彼の成長と変化が物語の見どころの一つだな。それは興味深いわね。中谷美紀さんはどんな役だったの？中谷美紀は、主人公が恋するエレガントな女性を演じたんだ。彼女の存在が主人公の世界を大きく変えていくんだぜ。なるほど。ネット文化と恋愛が融合したユニークな作品ね。その通りだ。電車男は、当時のネット文化やオタク文化を背景にしながら、純粋な恋愛物語を描いた作品として、多くの人々の心を掴んだんだ。今見ても、新鮮な気持ちで楽しめそうね。ああ、時代を超えて共感できるテーマが詰まっているからな。ぜひ一度見てほしい作品だぜ。第9位。バタフライ。エフェクト。第9位は、バタフライエフェクトね。日本では2005年5月14日に公開されたアメリカの SF スリラー映画よ。そうだぜ。監督はエリック・ブレスト・ J・ マッキー・グラバーが務め、主演はアシュトン・カッチャーとエイミー・スマートが務めたんだ。アシュトン・カッチャーって、コメディ作品のイメージが強いけど、シリアスな役も演じるのね。ああ、この作品では真剣な演技で新たな一面を見せているんだ。物語は、主人公エヴァンが幼少期のトラウマを抱えながら成長し、過去の記憶にアクセスできる能力を持つことに気づくところから始まるんだぜ。過去の記憶にアクセスできるって、どういうこと？エヴァンは日記を読むことで、その時の自分に意識を戻すことができるんだ。そして、過去の出来事を変えることで現在を変えようと試みるんだけど、その結果、予期せぬ事態が次々と起こるんだ。なるほど。過去を変えることで未来も変わる。まさに、バタフライエフェクトね。その通りだ。
小さな変化が大きな結果を招くというカオス理論をテーマにしているんだ。エヴァンが過去を変えることで、どんな影響が出るの？彼は友人や恋人の悲劇を防ごうとするんだけど、その度に新たな問題が発生し、状況はますます複雑になっていくんだ。過去を変えることの難しさと、その影響の大きさが描かれているのね。ああ、そしてエヴァンは最終的に、自分が愛する人々の幸せのためにどんな選択をすべきか、苦悩しながら答えを見つけていくんだ。深いテーマね。見る人に色々と考えさせられる作品だわ。そうだな。バタフライエフェクトは、時間旅行や運命の不可解さ、人間関係の複雑さを巧みに描いた作品として、多くの観客に衝撃を与えたんだ。今でも色褪せないテーマだし、見る価値がありそうね。ぜひ見てみてくれ。きっと新たな視点を得られるはずだぜ。第8位、チャーリーとチョコレート工場。第8位は、チャーリーとチョコレート工場ね。2005年9月10日に日本で公開されたファンタジー映画よ。そうだぜ。ティム・バートン監督がメガホンを取り、ジョニー・デップが風変わりなチョコレート工場の主人、ウィリー・ウォンカを演じたんだ。ティム・バートンとジョニー・デップのコンビは独特の世界観を作り出すわよね。どんな物語なの？物語は、貧しい少年チャーリー・バケットが、世界的に有名なウォンカのチョコレート工場への招待状であるゴールデンチケットを手に入れるところから始まるんだ。彼と他の4人の子供たちが工場を見学する中で、様々な不思議な出来事が起こるんだぜ。工場の中にはどんな驚きが待っているの？例えば、チョコレートの皮や食べられる草木など、夢のような光景が広がっているんだ。だけど、見学に来た子供たちが自分の欲望や欠点のためにトラブルに巻き込まれていくんだよ。それぞれの子供たちが教訓を得る物語なのね。ところで、撮影中の裏話とかあるの？ああ、いくつか興味深いトリビアがあるぜ。例えば、劇中のチョコレートの皮は本物のチョコレートではなく、チョコレートに見える液体で作られていたんだ。でも、撮影が進むにつれてその液体が腐ってしまい、かなり臭かったらしいぞ。それは大変だったでしょうね。他にも何かある？ウンパルンパという小人たちが登場するんだけど、彼らのシーンはすべて一人の俳優が演じていて、後で映像を合成して増やしているんだ。だから、同じ動きを何度も繰り返して撮影したらしいぜ。そんな工夫があったのね。ティム・バートン監督らしい独特の映像美も魅力的だわ。そうだな。彼のダークでファンタジックな世界観が存分に発揮されている作品だ。原作の持つ不思議な雰囲気を見事に映像化しているんだぜ。子供から大人まで楽しめる作品ね。もう一度見たくなってきたわ。ぜひ見直してみてくれ。新たな発見があるかもしれないぜ。第7位、カンフーハッスル。第7位は、カンフーハッスルね。2005年1月1日に日本で公開されたアクションコメディ映画よ。そうだぜ。監督脚本制作主演を務めたのはチャウ・シンチーだ。彼の前作、少林サッカーに続く作品で、1970年代のカンフー映画へのオマージュが満載なんだ。物語の舞台は1930年代の上海だったわね。ああ、当時の上海は不当会という暴力団が牛耳っていたんだ。その中で、貧困地区の従論チェンザイ、豚小屋砦に住む人々と不当会との間で繰り広げられる戦いが描かれている。主人公のシンはどんな人物なの？シンは強さに憧れるチンピラ青年で、不当会の名を語って悪事を働こうとするが失敗ばかりしているんだ。従論チェンザイの住民たちには、どんな秘密があったの？実は、住民の中にはカンフーの達人が潜んでいて、不当会との戦いでその腕前を発揮するんだ。チャウ・シンチーの作品らしく、ユーモアもたっぷりなのよね。その通り、笑いとアクションが絶妙に融合していて、観客を飽きさせない展開が魅力なんだ。カンフー映画への愛情が感じられる作品ね。ああ、カンフー映画の伝統を尊重しつつ、新しい視点で描かれているんだ。今でも色褪せない名作ね。ぜひ一度見てほしい作品だぜ。第6位、オールウェイズ、三丁目の夕日。第6位は、オールウェイズ三丁目の夕日ね。2005年11月5日に日本で公開された映画で、
昭和33年、1958年の東京下町を舞台にした人情ドラマよ。そうだぜ。西岸良平の漫画、三丁目の夕日を原作に、山崎隆監督が手掛けた作品だ。主演は吉岡秀隆さんで、他にも堤真一さんや小雪さん、堀北真希さんなど豪華なキャストが揃っているんだ。物語はどんな内容なの？物語は、夕日町三丁目に暮らす人々の日常を描いているんだ。売れない小説家の茶川雄之助、吉岡秀隆は、ひょんなことから孤児の淳之介、菅健太を預かることになる。最初は戸惑いながらも、次第に不死のような絆を深めていくんだ。他にも、鈴木大人の家族や、集団就職で上京してきた六子、堀北真希のエピソードも描かれているのよね。ああ、鈴木大友の社長のりふみ、堤真一と妻の智恵、薬師丸ひろ子、息子の一平、小清水和樹との家族の絆や、六子の成長物語も見どころの一つだ。この映画、VFX を駆使して昭和30年代の東京の風景を再現しているのが話題になったわよね。その通りだ。建設中の東京タワーや、当時の街並みがリアルに描かれていて、昭和の雰囲気を存分に感じられる作品になっているんだ。さらに、白黒テレビの導入など、当時の生活が細かく再現されているのも魅力だな。人情味あふれるストーリーと、懐かしい風景が融合した作品なのね。ああ、だからこそ多くの人々の心に響いたんだろうな。実際、この作品は第29回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を含む12部門を受賞するなど、高い評価を受けているんだ。昭和の温かさや人々の絆を感じられる作品として、今でも多くの人に愛されているのね。その通りだぜ。オールウェイズ三丁目の夕日は、時代を超えて人々の心に残る名作だと思う。第5位。B、クール。B、クール。第5位は、B クール B クールね。2005年9月3日に日本で公開されたアメリカのクライムコメディ映画よ。そうだぜ。エルモア・レナードの小説、ゲット・ショーティの続編を原作としていて、前作に引き続きジョン・トラボルタが主人公のチリ・パーマーを演じているんだ。チリ・パーマーって、前作ではギャングから映画プロデューサーに転身した人物だったわよね。その通りだ。今作では、映画業界に飽き足らず、音楽業界に進出しようとするんだ。彼は、旧友の未亡人であるエイジ・ユマサーマンと組んで、才能ある若手歌手リンダ・ムーン、クリスティーナ・ミリアンをスターに育てようと奮闘する。でも、音楽業界も一筋縄ではいかないんじゃない？ああ、その通りだ。チリたちは、悪徳マネージャーのニック・ハーベイ・カイテルや、ギャングのボスであるシン・ラサール、セドリック・ジ・エンターテイナーなど、様々な敵と対峙することになるんだ。キャストも豪華ね。エアロスミスのスティーブン・タイラーも本人役で出演しているって聞いたわ。そうなんだ。さらに、ドウェイン・ジョンソン、ザ・ロックが俳優志望のボディーガード、エリオット役で出演していて、彼のコミカルな演技も見どころの一つだ。音楽業界の裏側を描いた作品として、興味深いわね。ああ、音楽業界の光と影をコミカルに描きつつ、エンターテインメント性も高い作品だ。特に、トラボルタとサーマンのダンスシーンは、パルプフィクションを彷彿とさせる名シーンとして知られている。それは見逃せないわね。そうだな。音楽と笑いが融合したこの作品、ぜひチェックしてみてほしいぜ。第4位。ミスター&ミセス・スミス。第4位は、ミスター&ミセス・スミスね。2005年に公開されたアクションコメディ映画で、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが主演を務めたわ。そうだぜ。この映画は、互いに暗殺者であることを隠して結婚生活を送る夫婦が、やがてお互いの正体を知り、命を懸けた戦いに巻き込まれていく物語だ。普通の夫婦生活を送りながら、実はプロの暗殺者同士だったなんて、スリリングな設定ね。ああ、二人はそれぞれ別の組織に属していて、ある日、同じターゲットを狙うミッションで鉢合わせしてしまうんだ。そこで初めて互いの正体を知り、組織からは相手を始末するよう命じられる。それで、夫婦間で本気の戦闘が始まるのね。その通り、
家の中での激しい銃撃戦や格闘シーンは見どころの一つだ。互いにプロのスキルを駆使しながらも、夫婦ならではの掛け合いがユーモラスに描かれている。アクションだけでなく、コメディ要素も強いのね。ああ、二人の関係性や会話のやりとりがコミカルで、笑えるシーンが多いんだ。特に、互いの秘密が明らかになった後の夫婦カウンセリングのシーンは印象的だぜ。それは興味深いわね。ところで、この映画の撮影中にブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーが親密になったという話を聞いたことがあるわ。そうなんだ。この共演をきっかけに二人は交際を始め、その後結婚したんだ。ただ、残念ながら現在は離婚しているけどな。映画の中だけでなく、現実でも大きな話題を呼んだ作品なのね。そうだな。アクションとコメディ、そしてロマンスが絶妙に融合したこの作品は、多くの観客を魅了したんだ。第3位、ミリオンダラー、ベイビー。第3位は、ミリオンダラーベイビーね。2005年に日本で公開されたこの映画は、クリント・イーストウッドが監督主演を務め、アカデミー賞で作品賞、監督賞、主演女優賞、助演男優賞の4部門を受賞したわ。そうだぜ。物語は、ロートレーナーのフランキー・クリント・イーストウッドと、ボクサーを志す女性マギー・ヒラリー・スワンクの絆を描いているんだ。マギーは31歳でボクシングを始め、フランキーの下でプロボクサーとしての道を歩み始める。マギーの情熱と努力が伝わってくるわね。ああ、彼女は厳しいトレーニングを積み重ね、次第に頭角を現していくんだ。しかし、試合中の事故で重傷を負い、全身不随となってしまう。そこから、彼女とフランキーが直面する厳しい現実が描かれている。深いテーマが込められているのね。そうだな。生きることの意味や、人間の尊厳、そして愛と犠牲がテーマになっている。フランキーとマギーの関係は、単なる師弟関係を超え、家族のような絆を感じさせるんだ。でも、映画の後半の展開には賛否があったって聞いたわ。そうなんだ。特に、マギーが死麻痺患者となり、自らの死を望んだシーンが物議を醸したんだ。2005年初頭には、障害者権利活動家たちが、このシーンが障害者の生きる価値を否定するものだと批判し、論争を引き起こしたんだぜ。確かに、尊厳死や安楽死の問題ってデリケートな話題よね。その通りだ。特にアメリカでは、キリスト教右派の影響力が強く、この映画がそうした問題を助長するとして、保守派コメンテーターや障害者団体、キリスト教団体によるボイコット運動まで起こったんだ。じゃあ、クリント・イーストウッド監督はこの件について何かコメントしていたの？ああ、彼はこの問題について、映画の中におけるフィクションの登場人物による行動と、イーストウッド自身の思想や言動は全く無関係であり、この作品はあくまで彼のアメリカンドリーム感を表現したものであると語っているんだ。つまり、この映画は尊厳死や安楽死を推奨するものではなく、一人の女性の人生と、その選択を描いた物語ってことなのね。その通りだ。ミリオンダラーベイビーは、ボクシング映画でありながら、人生の厳しさや希望、愛を描いた作品として評価されている。そして、ヒラリー・スワンクはこの作品でアカデミー主演女優賞を受賞し、モーガン・フリーマンも助演男優賞を獲得したんだ。イーストウッドの演出も見事だったし、まさに感動作ね。ああ、人間ドラマとして深い感動を与える作品だ。まだ見ていない人にはぜひおすすめしたいぜ。第2位、ハリー・ポッターと炎のゴブレット。第2位は、ハリー・ポッターと炎のゴブレットね。2005年に日本で公開されたこの作品は、シリーズ第4作目で、ハリーたちが14歳の年に起こる出来事を描いているわ。そうだぜ。今回は100年に一度開催される三大魔法学校対抗試合、通称トライウィザードトーナメントが物語の中心だ。ホグワーツ魔法魔術学校、ダームストラング専門学校、そしてボーバトン魔法アカデミーの3校から、それぞれ代表者が選ばれて、3つの試練に挑むんだ。でも、ハリーは14歳で参加資格がないはずなのに、なぜか代表者に選ばれちゃうのよね。ああ、それが大きな謎となって物語が進行していくんだ。ハリー自身も驚きと戸惑いを隠せないまま、
試練に挑むことになる。試練の内容も過酷だったわね。ドラゴンとの対決や、水中での救出ミッション、そして迷路での最終試練など、見どころが満載だったわ。特に最後の試練で、ハリーとセドリックが同時に優勝杯に触れたことで、予期せぬ展開が待ち受けていたんだ。二人は墓場に飛ばされ、そこでボルデモート卿が復活するという衝撃的なシーンが描かれている。ボルデモートの復活は、シリーズ全体の転換点となる重要な出来事だったわね。その通りだ。ハリーとボルデモートの直接対決が初めて描かれ、物語はさらに深刻さを増していくんだ。制作の裏側でも、色々なエピソードがあったのかしら？ああ、例えば、ハリー役のダニエル・ラドクリフは、多くのスタントを自分でこなしたそうだ。特に第一の課題でのドラゴンとのシーンでは、かなりのアクションを自ら演じたんだって。それはすごいわね。役者たちの努力が作品のクオリティに直結しているのね。さらに、今回の監督はシリーズで初めてイギリス人のマイク・ニューエルが務めたんだ。彼の演出によって、より英国的な雰囲気が強調されているんだぜ。なるほど。だからこそ、作品全体に独特の深みが感じられたのね。ハリー・ポッターと炎のゴブレットは、シリーズの中でも特に重要な位置を占める作品だ。まだ見ていない人には、ぜひチェックしてほしいぜ。第1、スター・ウォーズ、エピソード3、シスの復讐。第1位は、スター・ウォーズエピソード3シスの復讐ね。2005年に公開されたこの作品は、アナキン・スカイウォーカーがダース・ベイダーへと落ちる過程を描いた重要なエピソードよ。そうだぜ。物語は、クローン戦争が勃発して3年後の銀河系から始まる。共和国と分離主義勢力の戦いが激化する中、アナキンとオビワンは誘拐されたパルパティーン最高議長を救出するため、トゥークー伯爵の機関インビジブルハンドへ乗り込むんだ。この冒頭の戦いは迫力があったわね。トゥークー伯爵との決闘も印象的だった。ああ、オビワンが気絶している間にアナキンはブークーと戦い、ついに彼を打ち倒す。パルパティーンの命令でアナキンはブークーを処刑するが、これは彼を暗黒面に引きずり込むための罠だったんだ。アナキンはその時点では気づいていなかったのよね。でも、その後もどんどんパルパティーンに近づいていく。そうなんだ。アナキンはジェダイ評議会からの信頼を得られず、パルパティーンからの誘惑を受け続ける。そして、彼がダークサイドの力を使えばパドメを救えると信じるようになってしまう。クライマックスでは、ジェダイオーダーが崩壊してしまうわね。オーダー66が発令され、クローントルーパーたちがジェダイを次々と抹殺していくんだ。ヨーダとオビワンだけがかろうじて生き残る。一方、アナキンはダース・ベイダーとしてダークサイドに完全に落ち、かつての仲間であるジェダイたちを手にかける。その後のオビワンとの決闘は、シリーズ屈指の名シーンだったわ。ああ、ムスタファーの溶岩の惑星で繰り広げられた死闘はまさに圧巻だった。最終的にオビワンが勝利し、アナキンは瀕死の状態に。しかし、パルパティーンによって救われ、ダース・ベイダーとしての新たな人生を歩み始めるんだ。そして、パドメは双子のルークとレイヤを出産した後、悲しみによって命を落とすのよね。そうだな。これが旧三部作の物語へと繋がる重要な出来事だ。ルークはタプイーンへ、レイヤはオルデランへと送り込まれ、ジェダイの希望は未来へと託されるんだ。ところで、この映画の公開時にすごいエピソードがあったって聞いたわ。ああ、それがな。アメリカでは平日に一般公開されたんだけど、公開初日にどうしても見たかったファンたちが仮病を使ったり仕事を休んだりして映画館に押し寄せたんだ。まさかそんなにたくさん？なんと、そのせいで推定650億9800万ドルもの経済損失が出たと言われているんだぜ。そんなに、映画一本で国家経済に影響を与えるなんて、さすが、スターウォーズね。まさに銀河規模の熱狂って感じだな。シリーズの完結編として、ファンの期待が尋常じゃなかった証拠だぜ。壮大な物語の転換点を描いた作品なだけあって、それだけの熱狂を生んだのね。ああ、シリーズファン必見のエピソードだぜ。総評またはまとめ。さて、2005年の映画ベスト10を振り返ってみて、
どの作品も本当に印象的だったわね。そうだな。電車男から始まり、アクションやドラマ、コメディ、ファンタジー、どのジャンルにも名作が並んでいて、改めて映画の多様性を感じたぜ。特に、ハリーポッターと炎のゴブレットや、スターウォーズエピソード3シスの復讐のような、シリーズの中でも重要なエピソードがランクインしていたのが印象的だったわ。ああの作品たちは、ただのエンターテインメントにとどまらず、物語の深みやキャラクターの成長を描いていて、シリーズ全体に影響を与えたんだよな。2005年は、映画だけでなく、社会や文化にも大きな影響を与えた年だったのね。スターウォーズがアメリカ経済にまで影響を与えたなんて、まさに映画の力を感じるわ。その通りだな。映画は人々の心を動かし、時には社会をも動かす力を持っているんだ。そんな映画たちを振り返ることができて、個人的にも嬉しいぜ。これからも、映画の力に触れながら、素晴らしい作品に出会えることを楽しみにしているわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。